こんにちは。今回は SD ワールドヒーローズドミナントスペリオルダークネスドラゴンの下半身を筆塗りで塗装していきたいと思います。まずは腰部アーマーを塗装していきます。一番初めに塗装する色はタミヤの水性塗料フラットブラックです。この塗料をパーツの表と裏側塗り忘れがないように隅々まで塗装していきます。フラットブラックは隠蔽力が高いので数回塗り重ねるだけで綺麗な塗膜を作ることができると思います。フラットブラックの塗装が終了しました。続いてクレオスの水性塗料シルバーを使用してパーツのモールドを塗り分けていきます。黒の上にシルバーを塗装するので発色はかなり良いのですが、一度の塗装だけでは先に塗った黒が若干透けるので何度かシルバーの塗料を塗り重ねて綺麗なシルバー塗り面を作っていきましょう。シルバーの塗装が終了しました。続いてクレオスのステラパープルを使用してさらに細かくパーツのモールドを塗り分けていきます。このステラパープルはかなり隠蔽力が低いので何度も根気よく塗料を塗り重ね綺麗な紫を作っていきます。塗装面積が大きい部分はヒラメ筆を使い細かい部分の塗装には穂先の細い筆を使用して塗装していきます。できるだけ塗料がはみ出ることがないように心がけ丁寧に塗装していきます。はみ出た部分を修正するのも大変ですからね。
ラパープルの塗装が終了しました。続いて腰部アーマーに墨入れを行います。墨入れに使用した塗料はタミヤの墨入れ用塗料ブラックです。この塗料を改造作業時に彫った筋彫りに流し込んでいきます。流し込んだ墨入れ塗料が乾燥したら綿棒にエナメル溶剤を含ませモールドからはみ出た墨入れ塗料を拭き取っていきます。はい、こちらが塗装を終えた腰部アーマーになります。コウモリみたいでかっこよいですねこれ。続いて側部パーツの塗装を行います。はじめにクレオスのシルバーを足パーツ全体に塗装していきます。下地がサーフェーサーなのでシルバーの塗装状況が分かりづらいですが、色ムラが出ないようにしっかり塗装していきます。はい、シルバーの塗装が終了しました。続いてステラパープルを塗装していきます。この紫は足先のモールドにつけたくないのですが、お先の細い筆を使ってちまちま塗装していると時間がかかるのでリタッチ前提で一気に紫を塗装していきます。ですがなるべくモールドに塗料がつかないように少し気を使いながら塗装しています。ステラパープルの塗装が終了しました。続いて側部パーツに墨入れを行います。今回はトップコートを吹かず水性塗料の上にエナメル塗料で墨入れしていますが、力を入れてゴシゴシと塗料を拭かない限り水性塗料は取れないと思います。はい、こちらが完成した側部パーツになります。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もドミナントスペリオルダークネスドラゴンの作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。Are you listening?